どうも B スパイスインクです。今回はシンプルなキーマカレーを作ります。キーマカレーやチキンカレーのようなシンプルな王道レシピはシンプルなだけにいろいろ試行錯誤の余地があって、今でも少しずつレシピを変えたりしてよく食べています。今日はそんなキーマカレー2022年バージョンの作り方をご紹介したいと思います。そこまで珍しいスパイスは使わずに、カレー作りの基本でよく目にするスパイスたちで作りますので、参考にしていただきやすいかと思います。まずは下ごしらえで玉ねぎをみじん切りにしておいたら、フライパンに油を加えて一緒にホールスパイスを加熱して香りを引き出します。ホールスパイスによって香りの出やすい加熱の時間が違うので、今回はまずマスタードシードから先に入れて加熱します。マスタードシードは弾け飛びやすいですが、油の中に沈めてあげると飛び散りにくいので、鍋を傾けて油に深さを作ります。マスタードシードに火が入ってパチパチと弾けてきたらクミンシードを加えます。クミンはすぐに香りが立ってきて割と焦げやすいので、クミンの香ばしい香りが立ってきたらすぐにみじん切りにした玉ねぎを加えます。玉ねぎ全体に油をなじませるように混ぜたら、あまり触らずに焼き目をつけるようにしながら玉ねぎを茶色く加熱していきます。縁の方からだんだんと焼き色がついてきます。たまに混ぜながら黒く焦げそうになったら少量の水を加えます。再び全体を混ぜてまた焼き付けるを繰り返します。繰り返していると全体が茶色くなってくるので、そしたらすりおろしたニンニクと生姜を加えます。すりおろすのは結構面倒だったりするので、チューブのものでも大丈夫です。青臭い香りがなくなるまで炒めます。青臭さがなくなってきたらトマト缶を加えます。トマト缶を加えたら水分がしっかりとなくなるまで炒めます。水分がなくなるまでしっかりと炒めることで油がにじんでくるので、この高温の油でトマトを加熱することでトマトの酸味成分が変化して酸味が和らぐので重要な工程です。しっかりと炒まって水分がなくなったら一度火を切ります。そしたらここでパウダースパイスを加えます。結構たっぷりめの量になってます。パウダースパイスは入れすぎても粉っぽく雑味のある感じになってしまうので、そうならないギリギリぐらいの量になっているかと思います。パウダースパイスを鍋に加えたら弱火にかけて加熱します。焦げないようによく混ぜながらじっくりと香りを引き出します。全体に照りが出て香りが出てきたら豚のひき肉を加えます。全体を混ぜてほぐしながら表面が白っぽくなるまで炒めていきます。お肉の色が変わったら水を加えます。一度強火にしておいて水を沸かしながら全体を混ぜます。水が沸いたら弱火で8分ほど煮込みます。煮込み終わったら味見をして物足りなければ塩で調味します。美味しければ完成です。
ではご飯をよそってカレーを盛り付けていきます。スパイシーないい香りがしています。仕上げにカスリメティというドライハーブと中東のミックススパイスデュカを振りかけたら完成です。いただきます。今回いただいているご飯はバスマティライスとうるち米を半々で混ぜて普通に炊いたものを使ってます。しっかりと辛みがあってスパイシーで美味しいカレーができました。水の代わりに鶏だしや和だしなどいろんなだしを使ってアレンジしても美味しくできますので、慣れてきたらチャレンジしてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。